ーや闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回はアルドゥインを倒してメインクエストをクリアしたんやったな。今回はレベル上げとボーナスを集めて最強の吸血鬼の王を完成させるで、その後はカースターグと戦って腕試しだね。ほい、ちゅうわけで実際に完成させたのがこちらやで。この通り、レベル46までの全てのレベルのバフが累積しとるで。あれ、過程はいや、これまで散々普通じゃない方法で強化してきたのに、今更普通に強化する過程を見せてもしゃあないと思って、それよりも完成後の戦闘の様子を見てもらいながら、集めたボーナスについて解説した方がええと判断したんや。一理ある。本じゃどれだけ強くなったか見てもらうで。まず体力マジかスタミナは、それぞれ2365、1803、1206まで上がったで、FF みたいなステータス。で、肝心のダメージやけど。ほい、マンモス相手に196ダメージ与えられたで。強いけど思ったほどとんでもないダメージってわけでもないね。レジェンダリーで4分の1になっとるからな。現在の爪の攻撃力は716やけど、レジェンダリー補正で176。それがディベラの使徒で 1.1 倍されて196になっとるわけやな。あれ、ディベラの使徒でダメージが上がるのは異性に対してのみだよね。本来はそのはずなんやけど、プレイヤーが女性の場合、バグでほぼ全てのクリーチャーに対してダメージが上がるんや。ほぼ全て、マンモスや巨人、ドラゴン、ドラウグル、ノワーフオートマトンなんかに対してもダメージが 1.1 倍になるで。そんなバグあったら女性主人公が有利すぎない？実際そうやから今回は女性主人公を選んだわけやしな。あと恋人の洞察も取っとるが、こっちは正真正銘異性にしか効果ないで、似たような効果なのにそっちはまともなんだ。次に防御面やけど、現在の物理防御力は5531やで、5531。まあスカイリムの物理防御力は667が上限で、それ以上上げても意味ないんやけどな。でも上限にしては結構ダメージ通ってるね。一応 80% 軽減できとるはずなんやが、レジェンダリーやとそれでも結構痛いんよな。次に魔法耐性やけど、平成パークの魔法耐性、マーラの使徒、アズラの祝福で合計55。それが聖職者と血虫の兜で 1.56 倍されて 85%。つまり上限まで上がっとるで。今回は太閤の石碑は使わないの？石碑は日中の回復速度低下を補うために淑女の石碑をつけとるからな。アズラの祝福は定期的に付け直す必要があるんやけど、一度つければ12時間も持つから困ることはないやろ。ちなみに AE で追加されたゴールデンヒルズ大農園に展示室を作れば好きな祠を一つ設置できるから、ここにアズラの祠を設置すればわざわざソルスセイムに行く必要がなくなるで、これは便利だね。ただし1回でも子供部屋を作ると二度と展示室は作れなくなるから注意やで。そんな罠が。それと以前、ハイブリッドになると吸血鬼のデメリットが消えるっちゅう話をしたが、現在そのデメリットを復活させとるで。なんで？一つは霊気耐性が欲しいからやな。カースターグは常に氷のマントをまとってるから、霊気耐性があれば有利に戦えるで。代わりに炎耐性は下がってまうが、せっかく吸血鬼でプレイするんやし、吸血鬼らしい特徴があった方がおもろいやろ。まあその辺は好みだね。次に生命低下のダメージを見てみるで。生命低下のダメージはレベルに依存するんやけど、ほい、レベル46の場合は43ダメージやな。弱い。これでも魔法攻撃の中では強い方なんやけどな。ところがアンデッドに対しては、ほい、153ダメージになるで、やけに強くない？これは聖職者とボーンウルフの復讐の効果やな。どちらもアンデッドに対する魔法ダメージ 25% 上昇と持続時間 50% 上昇の効果があるんやけど、生命低下みたいな継続ダメージを与える魔法の場合、ダメージと持続時間上昇両方の恩恵を受けて、合計ダメージが2倍近くに跳ね上がるんや。なるほど。持続時間が伸びるとその分ダメージも増えるのか。ボーンウルフの復讐は、狼の女王の目覚めをクリアすると届く、懸念した信奉者からの手紙を読むと始まるクエスト、眠れる狼を起こすなをクリアすると得られるで、本来ならボーンウルフを連れてる間だけ得られるボーナスなんやけど、別にその場で待機させてても問題ないで、せめて檻からは出してあげて。次は回復パークの死の回避について説明するで、1日1回、瀕死になった時に体力が回復するパークだね。本
本来の回復量は250なんやけど、回復強化、聖職者、船乗りの安息の効果で515まで上昇しとるで、船乗りの安息も取ったんだ。一応解説すると、ローンスター東のフロストフロウ灯台をクリアすると得られるボーナスで、回復呪文の回復量が 10% 上昇するで、何かのクエストで向かう場所じゃないから自発的に探索しないと見落としやすいんだよね。最後に一応服について説明するで、どうせ防御力はカンストしとるんやし、見た目重視で酒場の服を着させとるで、なんで酒場の服？ほれ、よく見てみるんや、セクシーやろ。まあバニラにしては露出多い方ではあるけど、ちなみに酒場の服はアルバから奪い取ったで、どうせクエスト進めれば死ぬんやしな。何気にレアなんだよね。本座最強の吸血鬼の王が完成したからカースターが相手に腕試しといくで、こっちもめちゃくちゃ強くなったけど、相手もめちゃくちゃな強さだからどうなるかな。まずは神速の反応を発動。しばらくは攻撃を回避しながら一方的に攻撃できるで、こっちの攻撃は一発あたり160か。レジェンダリーにしてはいいダメージだけど、さすがにカースターが相手だとなかなか体力減らないね。普通の吸血鬼の王の8倍くらいの攻撃力あるんやけどな。8倍でこのペースなのか。普通の吸血鬼の王で勝とうと思ったら、ひたすら遠距離から生命低下打つしかないな。なんかこのまま勝っちゃいそうじゃない？神速の反応の効果が思った以上に長いな。やっと切れたね。これで回避ができなくなるからここからは純粋な殴り合いになるで。あ。ほい、カースターグ撃破やで。ほとんどダメージ食らわずに倒しちゃったね。ちょっと今の戦闘じゃ神速の反応の強さしかわからんかったから、次はなしで殴り合ってみるで。さすがにさっきのじゃちょっと消化不良だよね。ほい、パワーアタックで324ダメージを受け取るで。あれ、防御力カンストしてるはずだよね。8割カットしてこのダメージっちゅうことやな。やっぱり攻撃力おかしい。それでこそ最強吸血鬼の相手にふさわしいで。確かに化け物じみた強さならこっちも負けてないね。体力苦しくなってきたね。さすがに殴り合いでは向こうが上かな。いえ、まだです。死の回避発動。これでまだ戦えるで。なるほど、これがあったか。せやけどこれでもうこっちの手札は使い切ったからな。あとは純粋な殴り合いや。お。勝った。やった。純粋な殴り合いでカースターグに勝ったで。ここまで鍛えても拮抗する。カースターグの異常な強さだったね。最後にちょっと本気で戦ってみるで。本気？ほい、これが最強吸血鬼の本気や。なんかすごいダメージ出てる。実は素手攻撃は前後に揺れながら攻撃ボタンを連打すると連続ヒットするっちゅう特徴があってな。これを使えば吸血鬼の王の爪攻撃も連続ヒットさせられるんや。そんな裏技が。これが吸血鬼の王の最強攻撃手段なんやけど、操作が面倒やからあんまり使いたくないんよな。確かにすぐ疲れそう。本座、最強吸血鬼を作るというこの動画の大目標は、とりあえず今回で完結やで。手順は複雑だし、衛兵と敵対するとか問題もあったけど、確かにそれに釣り合う強さだったね。ただうちとしてはちょっと強くなりすぎと感じたで。強くなりすぎ？レジェンダリーなら攻撃力はあれくらいやった方が快適に遊べると思うんやけど、体力が高くなりすぎてほぼ死ぬ心配がないから、だんだんプレイが単調に感じてくるんや。攻撃力は下がってまうが、ウェアウルフのバフだけ累積させるくらいがちょうどええのかもしれん。ウェアウルフには体力のバフがないから、それだと体力は普通の吸血鬼の王と同じになるね。今流しとるのがウェアウルフのバフだけを累積させた状態なんやけど、これでも攻撃力は十分やし、ちゃんと体力も減るし、楽しく遊べるちょうどええラインやと思うで。じゃあ吸血鬼の王のバフを累積させるのはおすすめしないの？そこはどういう遊び方をしたいかの問題やな。とことん強いキャラを作ってスカイリムを蹂躙したいなら、吸血鬼の王のバフも累積させた方がおもろいと思うで。バランスとか無視してとにかく強いキャラを作るって遊び方もあるもんね。本じゃまとめに入るで、今回は最強の吸血鬼の王を完成させて、カースターグ相手に腕試ししたな。神速の反応を使えば楽勝。正面からの殴り合いでギリギリ勝てるって感じだったね。最強まで鍛えれば最強の敵にギリギリ勝てる。ある意味ちょうどええバランスと言えなくもないな。その代わりカースターグ以外には楽勝になりすぎるけどね。次回やけど、残った課題である水に潜れない問題を片付けるで、特に水中からアイテムを回収するのが難しいんだよね。一つ例を見せると、AE 追加クエストの混沌の腕で水中からアイテムの回収を指示されるんやけど、これ無理でしょ。そんなことあらへん。
こで、なんやかんやして宝箱を回収できたで。どうやったの？前も言うたが、吸血鬼の王の水歩行は強力や。これを破るには、世界の法則をねじ曲げるほどの力が必要になるで。世界の法則をねじ曲げる力。ちゅうわけで次回、吸血鬼の王の水歩行を残したまま水中に潜る方法を紹介するから、興味があったらフォロー、チャンネル登録よろしくやで。いいね、高評価もお願いします。ではまた次回。